皆さんこんにちは、なつきです。本日は素敵なゲストをお招きしております。隣におりますのが野村康則と言います。理論物理をやってます。はい。よろしくお願いします。どうも今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。なんで突然そんなに緊張されてるんですか？緊張しますよ。撮影ですからやっぱり。で私も今ね、自分で緊張してるなって思ったのが、隣にいらっしゃいますのがっていうのが、おりますのがってなぜか謙遜してるじゃんっていや明らかに緊張してるなって思うんですけど、よろしくお願いします。よろしく皆さんよろしくお願いします。はい、まずはね、野村さんの著作を紹介しようかなと本から言っていただけるわけですね。いやというのもですね、野村さん最近めちゃくちゃ有名じゃないですか。いや有名じゃないですけどいろんなところに出まくっていていやそうっすね。まあでもちょっと今までやってなかったですからね、まあ少しはそうなんか人気急上昇みたいな感じになっているので、あれ私の知ってる野村さんじゃないみたいになってはそうなんですよね。いるんですけど、なんか前からそれ読んで知ってらっしいただいたというか。そうなんです、そうなんです。私はもともとこの本を手に取って、これすごい分かりやすいな、面白いなって思って見ていて、である時ツイッターでフォローしていただいた名前がなんか見たことあるなって思って、で絶対宇宙のなんかの本だった気がするって思って、物理系の本とか私はそんなに持ってないんですけど、なんか宇宙の不思議とか星座のいろいろみたいな、そういう本棚のフォルダがあるんですけど、でそこにやっぱりこの野村さんだって思って、顔も一緒だって思って、なんかでも僕のになぜか上がってきたはずなんですよね。そうなので多分フォローしてたんだと思うんですけど。なるほど、なんでなんでしょうね。いや分かんないです。動画を見ましたよ。ありがとうございます。上からすげえ上から書いてるやつとか。パクパク書道ですね。リモート書道の回見ていただいたんですね。これなんかおもろいなって多分ボタンを押したんだと思うんですけど。ありがとうございます。今日はですね、野村さんにはちょっといろんな番組出ているので、それこそ量子の何々って不思議だよねとか、そういう話はいろんなところでしてると思うんです。だから逆にあんまり他のところでしてないようなお話だったりとか、この本に関して私が疑問に思ったこととか面白かったことっていうのをちょっと深掘りしていこうかなと思います。お願いします。はい。まず最初に、私この本を読んでる時、すごいちょろちょろと読み進めるのが好きだったんです。一章とか言わず、一章の1項目を読んで忘れないように iPhone のメモのところに書いて、ニュートンはこんな発見をして、ここはなんかアインシュタインは自分の論文のことを信じられなくて一回棄却したとか、そういう話が面白くて、ちょっとずつメモを取ってってたんですよ。もう全然昔のだと思うんですけど、なぜ宇宙は存在するのかっていうすごいですね。メモのタイトルがあって、でそこにこの宇宙誕生からのまとめをすごい書いてるんですよ。すごいですね。すごいですね。ちなみになぜ宇宙が存在するかはわからないですけどね、絶対。そうですよね。なぜっていう質問あんま物理はしないんですよっていう、なんかそういう話をよくしてたくせに、タイトルはいろんな事情、大人の事情があって、編集の方のいろいろありますから。じゃあ基本的にはどういうタイトル問いというか、どうして今こうなってるのとか。そうですね。なんかなぜって難しいんです。例えば、なぜ A は B なんですかって聞いて、いやそれは C は D だからですっていうのは実はあんま意味なくて、でなぜ C は D なんですか、いやそれは E が F だからです。なぜ E は F なんですか、いや G が H だからです。なんで G が H なんですか、I が J だから。絶対に仕事術ごとがある限りずっといけちゃうので、それをやることもやめましょうってサイエンスはやったのが逆にサイエンスで、データがあった時に同じ実験データを説明する時に3つの過程を置いて説明できるか、1つで全部説明できちゃったら1つで説明できる方が偉いねと、それに集中しましょうという感じの、もうサイエンス、そういうフィロソフィーなので、過程の数を減らしたりより適用範囲を広げたりするようなことがないような言い換えのなぜっていうのはあんまり意味がないということをもうはっきり認識したから、もう20世紀に入ってから、そういう昔はやっぱり哲学と結構ごっちゃで同じような分野でなぜどうなのかとか、なんとかは存在するのかとか、別になんか今言った
ったそのゴールに目指してやっていく以外はサイエンスとしては分野の外でやるっていうふうにはっきり置いたので、もう人間としてそういうなぜっていうのを問うことは意味がないっていう意味じゃないんですけど、サイエンスっていう分野はもうここに集中するっていう過程の数を減らしていくと、ある意味分化したというか、そうですそうです。だからもうサイエンスっていうもの自体が一つの哲学なんですよね。だからなんですけど、やっぱり動画のタイトルと一緒でちょっとこうカチッとつかまないと、なんかちゃうやんけと、最後まで動画見たらちゃうやんけみたいになるんですけど、っていうことで、まあつかみは大事ですからね。そうですね、読んでもらうためには、すいませんでした。どうも私もそれで買った身なので、なぜ知りたい。副題には本当は分かりませんとかつけとけばよかったんですかね。そうです。すみませんね、なんか。いや本当は分かりませんって書いてあったら、逆に買いますよ、それ。すごい訴求力あると思います。はい。で、何の話でしたっけ？もうそう、この中の本の話で、私は細かくメモを取ってはいったんですけど、私この番組を通して素粒子に対する解像度みたいなのはちょっと上がったんです。嬉しいですね。僕素粒子物理ですから、もともと。そうですよね、そんなことおっしゃってましたよね。で、なんかそれはいいとして、なんかダークマターとかに出てきたら、いきなり意味がわからなくなってきたんですね。で、そのダークマターの説明のちょっと手前のところで、その観測された星とかのなんか全ての質量、全てを足してもその計算して出た質量には及ばないっていうので、見えない質量があるっていうのが、まあなんかダークマターだみたいなのを読んだんですけど、完全に終わってるじゃないですか。いや、それだけです。そうでそう、いや、それがめちゃくちゃ面白いなと思っていて、でしかも結局その宇宙の物質のほとんどが私たちの知らない物質だっていうのが、そうですね、なかなかワクワクするものじゃないですか。そうなんですよ。だからまあ多分そこはダークマターとは、まあ、日本語で言うと暗黒物質とも言うんですけど、は何なのかっていうのは結構その観測とか実験でも最先端の部分の一つです。ただ言ってみたら物質なんですよ。物質であることもほぼ間違いないんですよ。まあ 100% とまで言えないですけど、まあほぼ物質っていうか粒子だと思っていて、99% ぐらいそうで、でも粒子で僕らが知らない粒子、今陽子とかももっとちっちゃいクォークとかでできてるんですけど、標準模型っていうのがあって、素粒子一応17種類みたいのを知ってるのがあって、それで21世紀に全部知ってるっていう方が逆に傲慢っていうか、と思えば知らないのがあるっていうこと自体は、実はそう考えるとそんなに不思議なことじゃないんですよ。なるほど。でそれって将来的に観測できるようになるようなものなのかどうかっていうのは気になりますよね。そうなんです。分かってることはいくつかあって、まず1個目はある。それがあるということ、それももちろんでも何十年か前まではまああるだろうとは言ってたけど、まだそう言っても観測のここにこう穴があるかもしれないとか言って疑ってる人もいたんですけど、今はもうほぼ間違いなくあるんですよ。それがまずしょっぱなに分かってることで、2つ目は多分物質なんですよ。いわゆるダークエネルギーとかいうのもあるんですけど、それはもう全然物質ですらないようなっていうか、なんか全然違うものなんですけど。エネルギーは物質ではないんですか？物質以外でもエネルギー持てるので、熱っていうのはエネルギー、熱っていうのはエネルギーです。それは物質の持ってるエネルギーなんですけど、物質の持ってるエネルギーですらおそらくないんですよ、ダークエネルギーっていうのは。ただもうちょっとダークエネルギーの話は違うので、そういうなんかものじゃなくて、本当に単にまあものだと思っているので、まさしく今まとめてもらったことだけなんですよ。でも物がどれだけあるかっていうのは、直接見なくても、見るっていうのは跳ね返ってきた光を見ることなので、で光を跳ね返すってことは光と相互作用してるので、で光と相互作用しない粒子ってあっても全然おかしくないので、それはニュートリノっていうのを例えばそうだし、そんなのいっぱいあるので、まあ本当は厳密には全く相互しないわけじゃないんですけど、だから視覚として捉えられるかどうかではなくて、存在として観測できるかっていう。でどうやって観測するかというと、物である限り必ず重力を感じるんですね。重力っていうのは本当にその重さとか質量とかエネルギーに反応するので、そうすると重力を使って観測すると、物質であれば少なくとも普通の物質であれば全部こう見えてるんですね。いっぱいいろんな観測があるんですけど、そのうち一つは銀河の周りをこう星ってみんな回ってるんですよ。円盤の絵を見る。よく見ますよね、円盤上の。円盤回ってるんですよ。で円盤回ってて、でそのうちのこう星がどのぐらいのスピードで回ってるかっていうのを観測できるんですね。で観測するとどのぐらい質量があるかっていうのが決
決まるんですよ、例えばこうバケツ振り回すと、力を速くすればもっと速く回せるんですね、なんか力を入れると、だから動きが速いほど中心に引っ張ってる力強いはずなんですよ、で中心に引っ張ってる力っていうのは重力以外ないので、だからどんだけの質量があるかはそれで計算できちゃうんですね。その銀河の例えば端っこの方の星を見たときに、それがどのぐらいのスピードで回ってるかを見ると、その銀河の内側にどれだけ質量がものがあるかが分かるんですよ。そのなんかこうハンマー投げというか、なんかそのヨーヨーみたいなのがこうくっついてる状態でぐるぐるやったその速さと重さとみたいな。そうです。そのハンマー投げとかの場合は鎖の力なんですけど、それに対応するのが重力なので、真ん中の方にある質量はそれで計算できると、でこれだけあるはずだと、そうじゃなきゃ吹っ飛んでっちゃうはずなんですね。チョキンと切った状態になるから、全く重力の引っ張る力がなければまっすぐいっちゃうはずなので、でその質量が確定しているのに、で実際星とかの重さっていうのも推定できるんですね。太陽の重さとかもいろんな方法で推定できて、で星以外にも見えないガスとかがあったりするじゃないですか、なので最初はみんなどうせそういうもの見落としてんだろうって、もちろんそこから始まるわけですよ。だからダークマターで確定してなかったんですけど、でそれも X 線を出さなきゃいけないで出して、だけどこれしかそれ量がないからこれしかないとか、いろんなことをやっていって、ガスとかもあとニュートリノの量とか、そういうのもいろんな方法で算出しても明らかに足りないんですよ、でちょっと 1%、10% 足りないよとかだと、観測なんかエラーしてミステイクがあるかもしれないとかじゃなくて、全く足りないんですよ。質量がその計算に全く満たないと、全く満てないです。数パーセントみたいな感じで、そうですね、本当多分5分の1とか、1割2割なんですけど、相当足りないので、これは絶対にあるだろうと。それはもう間違いなくて、あるっていうのが1番目で、2番目は普通のいわゆる物質であるというのは正しい、そのなんつうかわけわかんないもんじゃない、であとはそれは直接見たやつなんですけど、宇宙は実は昔見えるっていうのは僕ちょっとここでもやってるんですけど、大昔、なんか大昔のことは遠くを見ると見えるんですね、これ繰り返さないですけど、でその大昔の状況の地図があるので、そこからどうやって銀河ができてきたかって完全にシミュレーションできるんですよ、で今見てる銀河とかとぴったり合うんですけど、ぴったり合うためにはダークマターを入れないと合わないんですよ。なるほど。で、そのダークマターを入れるときに、ダークマターが例えばすごく重いものか、その光みたくもう飛び回ってるやつかっていうので、例えば2つ違いをやってやると、重くて重力を、実はダークマターがコアになって銀河とかできてるようなもんなので、実は質量としてはそっちの方が大きいので、なるほど、他の知ってる質量よりもってもうはるかに大きいので、銀河ってああいうのができてきたときには、重力はダークマターの重力で銀ができていくんですよ、で僕らの知ってるその星とかガスとかなんてほとんどこうなんつうかゴミみたいなもんで、その他みたいなものなんですね。でそのこうコアになっていくダークマターが光みたいに速く飛び回っちゃってると、実際今の銀河と合わないんですよ。どういう意味だ？大昔が見えてるじゃないですか、でその大昔からダークマターがそういう軽いもんだとしてシミュレーションしてやると、現在見てる銀河とかと全然合わないんですよ。計算が合わなくなる。計算した結果、今と合わなくなっちゃうので、で昔の宇宙っていうのはもう観測で昔の宇宙分かって遠くを見ることによって分かってるから、でそれでダークマターを入れたらぴったり合うんだけど、ダークマターが重ければ合うんですよ。なるほど。っていうことで、例えば重いなって分かるとか、これ単に例なんですけど、こういうことをやっていくつかの性質は分かってるんですよ。だから全く分かってないわけじゃなくて、いくつかの性質は分かってる、でそうするとそういう性質を持ったものが本当に直接実験とか観測で見えるかっていう問いになってくるんですけど、でもこの本読んでると、もう今すぐにでも分かりそうな気持ちになるんですよ。っていうのもなんでかっていうと、それが何なのかっていうのを細かく分かるっていうのにはすごく時間がかかるだろうなとはいうのは分かるんです。でも星のガスだったかなんかの位置と、そのダークマターであろうと思われる場所の質量のその分布っていうのがずれてるみたいなのまで観測できてるんだから、もうあと一歩で突き詰められそうな気がするのにって思うんですね。そうなんです。あと分かったっていうのはどこで分かったかっていうと、こう存在が分かってるわけで、これで分かったって言っちゃえば別に分かってるんですよね。そうですね。何をもって分かったというかっていう話になってきますね。国語の問題にある程度なるんですよ。で実際観測してないじゃないかと、ダークマターが例えばここに来て、なんか機械があってダークマターがピーンダークマター来たっていう意味で観測してないじゃないかっていうかもしれないけど、今言った意味ではもう観測してるわけで、観測さえしてるし、僕らサイエンスというのは直接検出っていうんですけど、本当に今みたいなのって計算上なきゃいけない、じゃなくて本当直接ダークマターがビシッてヒットしたものをなんかこうピンって
きましたみたいな感じで見れるっていうところを今できないかと狙ってる。でところが今言ったような分かってる性質だけでは、その検出ピンってするためには、例えばなんかこうその装置を作って、装置にダークマターがぶつかった時に装置が反応しないといけないんですけど、装置って僕らの知ってる物質で作るわけじゃないですか、原子とかなんと。で原子とかとダークマターがどのぐらいの強さで相互作用するかっていう、結局反応するかどうかでしか観測できないですからね。でそこ完全に分かってないので、もしかしたらいくらやってもダメかもしれないんですよ。そのさっき言ったダークマターが計算と合うためには、僕らの物質とある程度以上強く相互作用しなきゃいけないなんてことはないので、今探してるのはある意味でラッキーにかけるみたいなとこはあるんですよ。ラッキーだったら、もちろんそこら辺で探してるのがいい領域、その単にこう闇雲にダーツってるわけじゃなくて、そこら辺だといい領域ですよっていう議論はあるんですけど、それが全くこの本でもなんか皆さん感想言ってくれるんですけど、一番わからないと言われる章にそこを書いたんですけど、そこ専門的になっちゃうんですよ。なんでそんなとこたくさんの金をかけて探してて、闇雲に打ってるだけってやっぱりちょっと結構金額が大きくなっちゃってるから、実験にかかるお金が、で闇雲ではないんですけど、保証はないんですよ。だからやっても見つからないかもしれないですね。なるほど。物質だと分かってるっていう話で少しつながりがあるのかないのか分かんない話なんですけど、昔から気になってた存在がありまして、反物質って何っていうものなんですね。なるほどなるほど、面白いですよ。その反物質って、何かっていうと、なんか全て物質が電子とか学ぶじゃないですか、そうするとなんかそれの反対の性質を持ったようなものっていうのが絶対出なきゃいけないっていうのが定理で証明できちゃうんですよ。それがもう宇宙の創設の段階からそうだったみたいなことなんですよね。そう、もう基本法則として、証明っていうのはもちろん仮定があるんですけど、仮定は量子力学っていうのが正しくて、であと特殊相対性理論でアインシュタインが1905年にやった理論が正しいとすると、例えば電子があると、電子ってなんか重さを持ってて、で電気も持ってるんですね、なんかいわゆるマイナスの電気を、マイナス 1.6 かけなんとかとかある単位で、でそうするとそれと全く正反対の電荷っていうか、そのチャージをマイナスだったら逆にプラスのやつを持つやつがあって、で質量は全く同じっていうものがなきゃいけないっていうのが証明できちゃって、でも昔はそれ証明してもそんなもん知らなかったから、ないじゃないですか、実際ないんですよ、普通に探したぐらい、でも作れるんですね、実は。結構作れたり、そうなんですね、作れたり宇宙船の中には含まれてたりするので、それがその後見つかって実際ありましたっていう。そうなんですね、宇宙船の中に見つかった。多分最初は宇宙船じゃないですかね。そうなんだ。宇宙船って船じゃないですよ。宇宙から降り注いでるなんか線が降り注いでるんですけど、その中にだから全ての物質は反物質があるんです。そうなんです。でしかも私その反物質って一番初めに聞いた時に、結局その物質と追消滅するっていうようなお話を聞いたことがあって、つまりその存在と存在じゃないものによって追消滅して存在じゃなくなるっていうふうに思っていたんですね。でかつ質量のあるものと質量のないものだと思ってたんですよ。要は質量も真逆というか、だと思ってたんです。だから反対の物質みたいな意味だったんですね。だから物質と反物質ってものだと思っていたので、ないものの存在が分かったらそれはあると言えるって思ってしまっていて、そう負の物質みたいなもんですって言うんですけど、結構大事なのは質量だけは同じなんですよ。後の性質は全部真逆なんですよ。そのいわゆるスピンとかなんかいろいろあるんですけど、素粒子の持ちうる性質って電荷とか、それは全部逆で質量だけは同じなんですよ。だからバチって合わさると電気の量ってこう変えられないんですね。だから電子がちょっとマイナス1だとすると、その反電子は陽電子っていうんですけどプラス1なので、こうやってビシッてこうくっついて消えるとプラス1引く1は0なので、電気なくなれるんですよ。ところが質量は両方とも正なので、同じなので反対じゃなくて、で質量は消えれないから、だからその質量の分のエネルギーが出るんですよ。光の形で出るんですけど、そうなんですね。そうです。いやもうこの本読んで一番の収穫だったかもしれないぐらい。言葉のちょっと
名付けの貧しさっていうのはあるのかもしれないですね。だからなので質量を持ってたんだ半分質って思って、そこが同じだったからなのかっていうのがあって、しかも全く同じなんですよ。そうなんです。でそれは多分なんでかって、ちょっとこれ正確じゃないの、多分そうだと思うんですけど、よく考えてないんですけど、チャージっていうか電荷とかは逆じゃないですか、プラスとマイナスと。ところが質量は重力って必ず引力なので、普通は例えばプラスと N 極と S 極だったらくっつくし、N と N だったら反発するって両方のサインがあるんですよ。電気もプラスとマイナスと引き付け合って、プラスプラスは反対なんですけど、質量って負の質量ないんですよ、そういう意味の。全部プラスで、しかも全部引力なんですよ。それがちょっと効いていて、反物質なくせに質量だけは真反対、マイナス、例えば電子の質量が何かける分かんないですけど5キロだとするとそんな重くないですけど、反電子はマイナス5キロじゃなくて5キロなんです。そうマイナス5キロという存在をちょっと期待してたというか、違うんですよ。そういうものだと思ってたから、全然私の理解に及ばないって思ってたんですよね。そうだから多分マイナス5キロってものがあったとして、対になったら、多分本当に消えれるんですよね。多分そっか、じゃあ光になって分散とかではなくて、本当に切れることになる。そんなものがあればちょっと、そういう理論作れるか分かんないですけど、でもだから逆にエネルギーが出て、だからそれってものすごいエネルギーで、もし反物質をなんかここら辺に5ミリぐらい用意できたら、それと全部追消滅させて、そのエネルギーを全部使える形で取り出せるとしたら、多分本当原発1年分とかがもうこんなゴミみたいな、それコンバージョンのレートっていうんですかね、そのエネルギーへの換算効率が 100% なわけじゃないですか。全部の質量を全部使うなら、普通そんなことないんですよ。物を燃やしたりしても本当ごくわずかな分を使える形のエネルギーで取り出して、ほとんどはロスなんですよ。原子力とかだと相当効率高いんですけど、それでもほとんどは使ってないんですよ。物質反物質の追消滅ができれば、事実上 100% でエネルギー使えるので、だから SF は反物質エンジンで進むんですよ、ね。なるほど。なんか SF とかでスタートがあるじゃないですか。ああいう時に超高速原子力エンジンとか言うとなんか興ざめするじゃないですか。僕らもう知ってるし原子力じゃいけねえだろうみたいな。そうだから大体反物質エンジンっていうことになるんです。なるほど、それはすごいパワーだからって、そうしかもあながち間違ってないし、なんかすごそうっていう、そんなところですね。なるほど。すいません、皆さん本読んでください。すごい面白いので、さっぱりわからんっていう感想もありましたので、でもあと1個あれです。本とか読むときって、全部わかろうと思って読んだらそれはわからないっすよ。そうですよね。雰囲気で全然いいんですよ。で例えば僕とかもなんかいろんな素粒子の表とか式とか出してるんですけど、それを分かるだろうと思って出してないじゃないですか。そうなんですか、式っていうのがちゃんとあって、サイエンティストだって言いっぱなしなわけじゃないよっていう雰囲気を出したいがために出してるだけのところとかでつっかえってしまうともったいないなっていうのがあるので、そういうのはもう雰囲気でバーって読んでいただければありがたいです。で結局その雰囲気で読めなかったのが、その反物質と物質があって必ず対になってるんだったら、物質ないじゃんっていう話なんだけど、私たちの身の回りには物質だらけになってるじゃないですか。対になったら消えるはずなのに、なんであるかっていうと、今大体分かっていると思うのは、もともと物がどのぐらいあったかっていうのは、今光と同じぐらいあったっていうのは正しくて、なぜならなかったとしても作れちゃうので、同じぐらいになってるはずなんですよ。だけど今も残ってるこのバリオンっていうのはですね、陽子とか僕らの、ものすごいそれに比べて少ないので、10桁ぐらい少ないので、数としてですね。ってことは10桁少ない以上、10桁倍ぐらい、10桁ってなんだ、100億倍ぐらいの量があったはずなんですよ。だから結局100億倍ぐらいの量あったんだけど、反物質ももちろん100億倍ぐらい普通に考えるとあるはずで、で実際あって、そうですよね。で100億分の1ぐらいだけちょっとずれてて、で他水消滅しちゃうけど、ずれた分だけ残った、その残りかすが全部今ある物質なん
なんでずれるんだっていうのがそうです。それがまさしく研究の一つのそのバリオン数生成っていう分野っていうか、まあトピックになってて、でいろんな人がいろんなアイデア出してて、でさっぱりわからんっていうよりは逆に10個ぐらいとか数十個説があって、それのうちのどれなんだっていう状況なんですけど。そうなんですね。そうです。だからいまだにどれかっていうのはまだわからないです。ただどうやってできたか考えも読まんっていう感じではないです。どうやってやれうればできうるのかっていうのは60年代とか70年代とかから人が気づき出して、でやり方は分かってて、確率とかの問題なんですか？確率で物質の方が残りやすいとか、なんか性質がずれないとダメです。やっぱりだから実は全く同じなんですけど、ちょっと細かく書いちゃうと、その粒子としての性質は完全に質量全く同じで、他は正反対なんですけど、こいつが他の何かとぶつかる A がB とぶつかる時の強さと A 反粒子が B 反粒子とぶつかる時の強さっていうのは、例えば全く同じじゃない可能性があるんです。なるほど。 A と B の物質と A の反物質 B の反物質があるとして、まず一つ目いいですか？ A と A の反物質も追消滅しますよね。で B と B 反物質も追消滅しますよね。で A と B っていうのが追消滅するような、それは追消滅はできないですけど、なんかぶつかったり、なるほどなるほど、ぶつかる時の衝撃。そうです。A と B がぶつかった時に C になる。それこそ確率。で A 反粒子のことバーって言うんですけど、A バーと B バーがぶつかった時 C バーができる確率とかがちょっとずれうるんですよ。そうすると A と B の性質全く同じなのに、できた C と C バーの量が違えば、しかもほんのちょっと違えばいいので、100億分の1だけずれればいいので、っていうことでおそらくずれたんだというのが、そのいわゆるこう相互作用まで全くミラーっていうだったらずれようがないんですけど、そこはそうじゃなくても実は定理は許してるんですよ。さっき言ったように量子力学と相対性理論から性質は例えば質量は全く同じとか、電荷は正反対とかは出ちゃうんですけど、このレートまで全部同じっていうことは出ないんですよ。実はその定理はそこまで言わないんですよ。なるほど。だからずれれる可能性があるってことに人々は気づいて、で、それはノーベルも取ってるんですけど、それをノーベル賞で実際ずれてるんです。ちょっと、それを CP の破れとか言うんですけど、その CP の破れを見つけた人もノーベル取ってるし、その CP の破れっていうのをいわゆる僕らが持ってる素粒子の標準模型とかいうのがあるんですね。クォークとかってレプトンがあって、でそれの枠内でその CP の破れをどうやったら入れれるのかと、であることは確認されているから、でどうやって入れれるかっていうのを見つけたのが日本の小林さんと増川さんで、彼らのノーベルはそれに与えられてる。そうだったんですね。小林増川理論というやつはここで分かってしまった。日本人のノーベル賞は彼らが何をやったのか。面白いしすごい。なんかよう分かんねえよって感じなんですけど、それなんです。しかもそれ彼らがやったのは、それを素粒子の標準模型って今17種類の粒子ある中って、数え方によるんですけど、17種類の粒子あるって言われてて、でそれが全然違ってもうなんか11ぐらいでもう完成みたいな感じになってたんですけど、それを6個ずつペアになってるんですね。なんか6個ずつペアになってるんですけど、あともう1ペア6個のもう1段入れればその CP 破れが入るし、それを入れないと入らないっていう論文を書いたのが彼ら。すごい。でその後実際見つかってもうワンペアというかもうワンセット、3セット目が実験的に見つかったっていう感じです。言葉を失ってしまった。だからそうやってやるのにそれが見つかって例えば完成してみたいになって、で実際彼らが言った理由でそうなってるっていうのが見つかってノーベルになるので、だからやっぱり80歳とか70歳になっちゃうんですよ。なるほど。みんなそういう印象じゃないですか。なんか南部さんとかも80ぐらいで90近くで取りましたね。でも彼らがあれやったの30歳の時ですよ、ほぼ。そうだったんだ。そうだから全然印象違うんです。ああいう人たちがこう、おじいさんとかがこう深く考えながらとかじゃなくて、若い時にやってんですよね。エネルギーエネルギッシュでこういう感じで。でも多分世間の印象は例えばノーベルがやっぱ目立ちすぎちゃうので、それって遅れちゃうので、特に僕らの分野では、生物とかはもう少し早いんですけど、だから山中先生とか比較的若いうちにお通りになられるからですけど、僕らの分野の印象をちょっと歪めてんじゃねえかっていうんですけどね。じいさんたちがやってる時間がかかってる分かってくれてもいいんですけど、いやじいさんたちがやってる学問なんかなみたいな。発見してる人は結構若い人ばっ
もう当時からそうです。彼らは60年代70年代にあった仕事なわけなので、でもそれ体力ないとできないですもんね、やっぱり。まあそうですよね、結局脳も、ショーとかもそうですよね。結局あんまりスポーツ選手じゃないから直接一応使ってないように見えるけど、集中してこう書を書くとか、計算をするとか、やっぱ体力って結局最後必要ですよね。そうですね。ちょっと書道のことに関してはあんまり深くは言えないところはあるんですけど、その若いエネルギーももちろん必要だし、集中力が長く必要っていうのもあるんですけど、このもう体に染みついた何かみたいな、経験みたいなやつ、そうものが入ってくるとまたなんかもう変わってくるので、でも僕はそういう若さっていう意味ではなくて、やっぱり体力というかエネルギー気力っていうんですかね、それがないとやっぱりできないんじゃない。でもそんなことないのかな、ちょっと枯れた書みたいなのがあるんですかね。そうですね、枯れた書の良さっていうのもまた変わってくるので、結構やっぱ気力がある人が枯れた書を書くんじゃないですか。それとも枯れた人でもいいんですか。なんかもうなんか枯れた書、それの良さもあるのかもしれない。そう、芸術はだからちょっと違うのかもしれないな。またちょっと価値基準が変わってくるかもしれないです。パブロ・ピカソも晩年にもすごいね、晩年なりのいい仕事をしますから、羨ましいな。それはね僕らの分野だと実験の人はそういうとこもあります。やっぱり運も必要だし、何か発見するためには自然界が恵んでくれなきゃいけないので、例えば小柴先生ってうちらのすごくもう亡くなりになられましたけど、で彼のノーベルにつながった大発見って、超新星って星が死ぬ時に爆発して、でそれから来たニュートリノっていうのを世界で初めて本当に観測して、本当にこのメカニズムでいいんだと。理論では超新星が爆発するときにニュートリノが出るってことは分かってたんだけど、分かってるというかそう思われてたんだけど、彼が本当にやって、今ではみんなそのニュートリノをどんどん使いながら調べるぐらいの切り開いたパイオニアなんですけど、それも超新星が爆発してくれないことには、そうですよね。いくらいい機械を作って、いくらいい物理学者だとしてもダメですからね。で彼がそれ見つけ来たのは1987年ですけど、1987という。で彼が60歳ちょうど体感の年だったっていうことなんですよ。よかった。そうなんですよ。そうなんですよ。だから爆発してくれて。そうなんですよ。星がね。だから実験の人はそうやって後半にあれが巡ってくるとかやっぱあるんですけど、理論の人はやっぱ若い人が多いですね。なるほど。年取ってもやるつもりですけどね。頑張ってください。やるつもりだけど統計的には若い人がやっぱり多いですね。いやもうこれからの活躍も期待しています。ありがとうございます。かなりたっぷりお話聞かせていただきましたけど、特に前半だからあんまり話す機会がないところをもらった感じなので、ちょうどよかったです。本当にちょうどよかった。同じような誤解とかしてる人って結構多いと思います。反物質とかって実際そう思いますよね。実際思います。ないものがあるんだって思っちゃったので、しかも説明をそういうふうにする時もあるので、負の物質みたいなもんですってその一言で言おうと思ったらそれ楽なので、確かにでもそう言われたら負の質量って思いますよね。思いました。そしたら負の質量と同じだけの正の質量が消えて、なんでエネルギーが出るんだと、普通2のものとマイナス2がぶつかったらゼロになるって思いますしね。そうなんです。なるほど、すごく良かったです。ありがとうございます。よかったです。ありがとうございます。いい機会をいただきました。はい。ということで次回はですね、もっと野村さんのパーソナルな部分に入りまして、あんまり別に興味はないかと思いますが、暇つぶしに、超暇な人は聞いていただければ、もう気になってる人いっぱいいると思うんで、野村さんって誰なんだ、最近よく見るけどっていう人が、何者なんだあいつはと、いると思いますので、調子に乗ってることだけは分かるみたいな。それだけの価値のある人ということで、そんなことないですね。乗らないようにしてるつもりなんですけど。ということで、じゃあ本日はこれでおしまいにしましょう。ありがとうございました。どうもありがとうございました。書籍になるとある程度のところまで行かなきゃいけないのと、あとこんな身振り手振りとかそうじゃないとか書けないじゃないですか、活字になっちゃうと。それはいいですよね、こういう機会を用意してもらうと。ありがとうございます。